皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画は、今日本にとって最も重要な地域の一つである中東において紛争が激しくなってきたことについて注目していきたいと思います。皆さんもすでにご存知だと思いますが、イスラエルとハマス、ヒズボラが武力衝突するという状況になってきました。SNS では民間人が武装集団によって拉致や攻撃を受けているという状況が報告されており、そのむごたらしい光景も SNS によって投稿されていますので確認できるのですが、まともには見ることができないひどい状態です。それらのリアルタイムの情報を見てわかることは、侵略、紛争では庶民がむごたらしい仕打ちを受けるということです。そして今話題になっている地域の混乱というのは昨日今日始まったことではなく、随分前から紛争が続いており、常に砲弾が飛び交う緊張した地域です。庶民は常に何が起きてもおかしくない状況の中で暮らしていますので、それなりの覚悟はできていると思われますが、実際起きてみると突然日常が奪われてしまう出来事になすすべなしということになっています。日本はどうでしょうか。日本に対してあからさまに敵意をむき出している国が近くにあるにもかかわらず、海という天然の要塞に囲まれ平和が保たれているように見えますが、隣の赤い国からのサイレントインベーションという静かなる侵略を受け続けており、その計画は最終段階にあるといいます。さらに今回の中東の紛争勃発によって食糧危機や経済危機も現実のものとなってきたような気がします。目まぐるしく動く世界情勢にどう対応していけばよいか、この動画がご視聴の皆さんの考察にお役立ていただければと思います。ぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルでは、自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。さて、突然ネット上を駆け巡ったイスラエルに対する攻撃の情報にびっくりしましたが、その後さらに応酬が続いたりして戦闘が激しくなってきています。本当に平和への道のりは厳しいということを感じます。今回の紛争を受け、どんな切り口で話をしようかと迷いましたが、日本に住む私たちへの影響について起きうるリスクを考えたいと思います。私はこのチャンネルの動画にてたびたび食糧危機についての警鐘と食糧備蓄の啓蒙を行ってきましたが、日本の私たちが食糧危機に直面するシナリオはいくつかある中で、その一つが起きてきたということで警戒しなければならないと思っています。この中東問題というのは非常に複雑な歴史の上に起きているので、私は未来永劫解決しないと思っています。今紛争中のウトロの戦いのように国境を接している国同士の戦いではなく、イスラエルとその他周辺のイスラム国家との間の宗教に絡んだ思想の争いですから、事態は深刻なのです。ハマスやヒズボラという言葉がかなりの頻度でネット上に出てきますが、中東問題についてあまり詳しくない方をフォローしておくと、彼らは武装集団です。そしてその後ろ盾というものが必ずあり、明らかになっているのはイランがハマスやヒズボラに対して資金や武器の援助をしています。だから活動ができていますし、イスラエルに対してもアメリカの援助があると言われています。その他ロシア、中国も絡んでいることも間違いなく、具体的な支援先、方法は想像になるところもあるのですが、世界中で起きてきた多くの戦争、紛争の全てと言っていいほど大国の代理戦争になっています。表向き宗教戦争に見えていますが、実態は揉めるように仕向けられてきたというわけです。その結果は今どうなっているかというと、今回のイスラエルとイスラム圏の人との間での軋轢が、世界中に散らばっているユダヤ教徒とイスラム教徒との衝突として広がり始めています。このような大混乱が起きて儲かる人たちが間違いなくいるので、世界平和の実現が厳しいと思うわけですが、ろくでもない輩たちが仕掛ける世界混乱は中東だけではなく、私たちが住む東アジアでも例外でもないし、過去に仕掛けられ戦争に突入してきています。私たちが注意しなければならないのは、テレビ、新聞などのマスコミ報道に流されないということが大切です。メディアというのは間違いなく洗脳マシーンです。百害あって一理なしのものです。今回のイスラエルが受けた攻撃の前に、イスラエルが行ってきた残虐行為は西側メディアに載ることはありませんし、日本のマスコミでも取り扱いされません。それはウクライナという国に関しても同じです。一方的にロシアが悪いことになっていますが、現実としては絶対にどちらかが一方的に悪いということはありません。ウクライナについて言える確かなことは、今回のイスラエル攻撃を行ったハマスに対してウクライナからの武器が流れているということが分かっています。直接売ったのか、ブラックマーケットに出したことによって手に入れたのかは分かりませんが、
反イスラエルの武装組織が手にしたことは間違いないようです。ウクライナに集まる各国の支援金などは横流しされ、私腹を肥やしている誰かがいるということです。だからといってウトロの紛争によって被害を受けているウクライナの難民に対して非難するのはお門違いであり、あってはならないと思います。なので今回のイスラエルへの攻撃から始まったとされる中東紛争は、メディアが言っている通りでないことは間違いありませんので注意が必要です。中東紛争についての詳細は割愛することとして、今回特に注目しなければならないのは私たちの生活への影響です。中東というとご覧の通り、我が国は必要とする石油の約 90% を中東の国々に頼っています。そしてそのシーレーンのネックとなるのはホルムズ海峡です。紛争が激しくなり戦争にスケールアップした時には、日本への物流に支障が出ますし、経済面、食料安全保障面などに危機が訪れることになります。どの国でも同じですが、石油と天然ガスの供給が止まったら経済は最悪の状況になります。中東紛争というのは過去からずっと続いてきたわけですが、今回はアメリカの覇権が失墜している最中に起きていることなので、いつもの中東紛争とは違う影響が出てくる可能性が高いと思います。現在のアメリカ大統領というのは史上最悪の大統領と言われており、そしてその大統領を裏から操る者がいることも周知の事実です。今の大統領が盗まれた選挙によって当選したのは、世界を混乱させるという使命を持って大統領になったのかもしれませんし、それは日本の総理大臣にも言えることです。言っていることとやっていることがこれだけ違う総理大臣も珍しいのではないでしょうか。SNS で騒がれたように元高校野球球児だった岸田首相の始球式にはびっくりでした。ボールの投げ方は高校野球球児というよりも野球をやったことがない人の投げ方です。どんなに長いことボールを投げていなかったとしてもあのようにはなりません。例えば私たちが一度乗れるようになった自転車をしばらく乗ってなかったからとすぐに転ぶということがないのと同じです。これらのことからあの方の経歴詐称か別人にすり替わっているかのどちらかだと思います。このことはアメリカ現大統領にも言えることで、人相が以前と違うと感じています。私たち庶民には想像すらできないようなことが世界を牛耳るためには行われている可能性も感じますし、これらは随分前から陰謀論界では言われてきたことではあります。それらの可能性から考えられることとは、世界中を混乱に陥れるのが一つの目的であるかもしれないという可能性が見えてきます。これはあくまでも試験ですが、そんなことを思ってしまいます。隣の赤い国も北の国もそのシナリオの中で一つの役割を演じているだけなのかもしれません。もちろん日本もそれは同じで、かつて明治時代に著しい経済発展したのもそのシナリオの中での出来事であり、もちろん日本人の勤勉さと責任感によって成し得たことには間違いありませんが、残念ながら裏で操るろくでもない輩たちの存在は確かにあると思った方が良さそうです。話を戻しますと、先ほど言ったホルムズ海峡に支障が出てきた場合、経済的にも食料安全保障的にも私たちは危険な状態に追い込まれます。さらに隣の赤い国が行動を起こすかもしれません。この流れはエゼキエル書と言われる預言書にも書かれていることなのですが、所詮預言書程度だと侮ることができないほど、過去の出来事も的確に言い当ててきています。エゼキエル書というのは旧約聖書と呼ばれているもので、日本人には馴染みのない書物ですが、西洋諸国の人たちにはよく知られていることです。これは宗教関係の本ではありません。なんとその書物はキリスト教誕生以前から存在していました。それによると、やはり中東の状況は世界破滅への道筋をたどる出来事として書かれており、中国の台頭も予言されています。だとしたら、台湾侵攻は起きる可能性があるということです。あくまでも予言書ですが、現実に起きてもおかしくない状況になっています。そんな中で私たちが取れる対策はあるのでしょうか。それは、輸入大国日本が常にリスクとして抱えてきた食糧危機に対しての食糧備蓄だと思います。私の考える最悪と言ってもいいシナリオとは餓死です。日本の歴史だけを見ても、戦における兵糧攻めのむごたらしさ、天災における飢饉、そうなった時に人は口に入るものは何でも貪るように口にするということになりますし、具体的な描写は避けますが、それらのリアルな記録からは恐怖を感じます。日本は地震大国であり、いつ何時首都直下型地震や南海トラフ地震が起きてもおかしくない状況です。そして最近では気象を操ることができるテクノロジーもありますので、日本に対しての攻撃が大地震として起こされたとしても何ら不思議ではありません。そんな状況であるにもかかわらず、
ご存知の通り、日本政府は食料安全保障など全くと言っていいほど気にかけていません。これらのことは本当に疑問しかないのですが、それらの疑問の答えは、日本人の幸福を願っていない者が政府の中枢にいるからだと考えられます。私利私欲で売国行為を働いている政界や官僚のキーマンたちは所詮操り人形で、ろくでもない輩にとっては彼らが利益を貪る姿を軽蔑しながら黙って見ているだけであり、ろくでもない輩の本当の目的はそんなことではなく、もっとおぞましいことだというのが私の感じていることです。しかし悲観することはありません。そのろくでもない輩たちにも最後が訪れることになりますが、それが進行中であるということも確信しています。ただその過程では現実として中東紛争が起きて世界的規模で戦火が広がるかもしれません。そうした状況になった時に、自分や家族の身の安全を守るためには、食料備蓄と日用品の備蓄をして備えなければならないと思い情報を発信しています。こういった考えは馬鹿げたことに感じるかもしれませんが、先ほど言った気象兵器で地震を起こし、敵対する国に警告や攻撃するということは一昔前にはバカバカしい妄想だと言われていました。今はネットで調べれば事実であることが確認できる時代になってきています。つまりいつの時代でも真実を知っている者がいて、時代によっては狂っている者として卑下されたり攻撃されてきました。真実を見極め、その可能性を考え対策することが私たち庶民には最低限必要なことだと思います。最近では AI による画像や動画の自動生成技術が異常な速度で発達してきていますから、 SNS 上で流れる動画もフェイクである可能性も出てきています。見たものすら信じてはいけないという難しい時代になってきました。今現在は報道に対するファクトチェックほど難しい時代はないと思いますが、これから起きてくることは一つの大きな流れの中での現象だということが理解できていると、多少の寄り道はあったとしても大差なくある結果に収まっていくと思います。ある結果とは、悪は滅びるという結末です。いろいろと試練はこれからも起きてきますが、悲観せず、今できることに集中して生き方を考えながら共に生き延びていきましょう。いかがだったでしょうか。中東問題で今や世界が動揺していますが、まだまだ世の中は荒れていきます。どちらかというと悲観的な感情よりも、やっと世界が正常に戻るための新陳代謝として起きるデトックスが始まったと感じています。もともとの根本原因というものを知らなければ、世界中で起きてきたこと、これから起きてくることの理解はできないと思います。その根本原因というのを語るにあたっては、科学的根拠もエビデンスも示すことができないというのが痛いところですが、それに沿って歴史を俯瞰すると辻褄は合うのです。また機会がありましたら動画にすることもあるかもしれませんが、今の世の中はあまりに目に見えるもの、目に見えることにこだわりすぎて振り回されていると思います。科学的根拠一つとっても、自然の事象で科学で証明できないことは無尽蔵にあります。そうやって正常な見方をさせないことで、本来人間が持っている感じる能力というのを封印されているのかもしれません。いずれにしても、中東紛争は過去の歴史から見ても長引きますし、国家間のパワーバランスも崩れ始めている中での出来事ですから、これから世界で起きる混乱は多発すると考えて準備を進めた方がいいと思います。食料備蓄に関しては当初私は1年をめどに準備していましたが、今はそれでは足りないと考え、2年以上を目指して備蓄しています。いつも言っていることですが、現金はどんどんその価値が失われていく方向に動いています。つまり物価が上がっていますから、経済的に苦しい立場にいる方こそ食料備蓄をしなければ文字通り生き残っていけない状況が起きます。ぜひ今一度マインド設定をし直して、自分や家族の身を守るための行動を起こしてください。この動画がそのためのきっかけになっていただけたらと思います。戦火に巻き込まれて命を落とした方々のご冥福をお祈り申し上げます。最後までお付き合いありがとうございました。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、コメント欄へのご意見、ご感想の書き込みもいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。